手帳とともにタスクをこなす手帳戦士の皆さん、こんにちは。前回の動画で私は締め切りは救世主だと言いました。締め切りが近くなるにつれ、いろいろ悩んでいたのがあら不思議、やるべきタスクが自然と見えてきたという現象、皆さんも一度は経験したことがあるのではないでしょうか。でもそれを聞いて、じゃあ締め切りのないタスクはどうすればいいんだと疑問に思った方もいるかもしれません。そこで今回は締め切りのない大事なタスクに時間を使うにはどうすればいいのかを皆さんと一緒に考えていきたいと思います。確かに締め切りがないけれども大事なタスクってありますよね。私の場合であればそれは白論にあたります。私が白論を書こうが書くまいが誰も困らないし、お金が直接絡むわけでもなければ締め切りも私が設定しない限りありません。皆さんにもそういったタスク一つや二つはあるのではないでしょうか。例えば運動をして健康的になりたいとか、ダイエットをして綺麗になりたい、資格の勉強をして夢を叶えたいとか、締め切りがないけれども自分にとって大切なタスクっていろいろあると思うんですね。で、こんな風に考えてみると、締め切りがないけれど大事なタスクというのはどちらかというと自己実現に近いものが多い気がしますね。とはいえいきなり自己実現と言われても忙しい毎日に追われているとなんだかピンとこない方もいるかもしれません。そんな時に役立つのがこちらです。これは以前の動画でも取り上げたことがあるのですが、重要度と緊急度に応じてタスクを4つに分類するマトリックスになります。左上が重要かつ緊急ですぐやらないといけないタスク、右上が重要だけど緊急ではないタスク、左下が重要ではないけど緊急なタスク、そして右下が重要でも緊急でもないタスクになります。このマトリックスは今抱えているタスクを整理する際によく使われますが、現状を把握する場合にも便利です。皆さんも時間があるときにぜひこのマトリックスを使って自分が抱えているタスクを書き出してみてください。さて、今回のテーマである締め切りのない大事なタスクはこの中のどれに分類されるでしょうか。そう、右上の緊急ではないけれど重要なタスクに分類されますよね。しかし、このマトリックスを使って自分にとっての大切なタスクや自己実現のビジョンが明確になったとしても、それだけでは不十分なんです。なぜなら私たちは緊急度の高いタスクを優先しがちだからです。例えば明日の午後までにやらないといけないという緊急度の高いタスクがあったとします。大事なタスクもまだ手をつけていません。こんな時、皆さんはどちらのタスクから始めますか？おそらく多くの人が緊急度の高いタスクから始めると思います。ただ、そうすると大体大事なタスクに手をつける前に一日が終わってしまい、ああ、今日もやりたいことができなかったとなるパターン、身に覚えありませんか？こうやって締め切りのないタスクは緊急度の高いタスクに気をされ、トゥドゥリストの深淵へと埋もれていくんです。そして自己実現は幻想と化して散っていきます。でもそんなのって嫌ですよね。ということで、大事なことを日々のタスクに埋もれさせずに前進させていくことが重要なポイントとなってきます。ということで、ここからは大事なタスクを確実に前に進めていく方法を私の白論作業の風景とともにお伝えしていきます。まずは重要度が低くて緊急度が高いものについては質の高さにあまりこだわらないことです。先ほどの例で言うと、明日の午後までに終わらせないといけないタスクがそこまで重要ではなかったら、直前にやるという形で後回しにする。代わりに緊急ではないけれど重要なタスクを今日中にやってしまうということです。こうすることで緊急度よりも重要度を優先させる習慣が身につくようになってきます。緊急のタスクは締め切り直前に短時間でパパッと片付けるようにすると、自分にとって大事なタスクに時間を費やすことができるようになるというわけです。次に気をつけるポイントは、緊急度の高いタスクに逃げないということです。忙しい毎日ってストレスなんですけど、今自分が何をやらなければいけないかを考えなくて済むからある意味楽なんですよね。目の前にある緊急なタスクをこなしていけばいいだけなので。だから忙しさって大事なことと向き合わずにいることの言い訳や口実になってしまいがちなんです。全てを完璧にこなす必要はありません。緊急なタスクはほどほどにこなして、できる限り重要なタスクに集中することを意識づけていくのが大切です。今の点と関連することですが、大事なことと向き合うのは決して楽ではないということも忘れてはいけないポイントだと思います。そもそも自分にとって大事なことは何か、自分の時間をどのように、そして何に使うのが正解かといった疑問はそんな簡単に答えが出るものではありません。ある程度じっくり考える必要があります。そして考えることはエネルギーが必要だし、どちらかというと億劫な作業となります。
人はめんどくさいことからは逃げる傾向にあるので、緊急なタスクは格好の逃げ場になるわけです。動画の初めの方で言った自己実現という言葉は、聞こえはいいですが、大事なことに時間を使わない生き方の方が往々にして楽だったりします。では、どのようにしたら緊急のタスクに逃げずに大事なことと向き合う時間を持つことができるのでしょうか。それは何よりもまず定期的に考える時間を設けることです。1週間や1ヶ月単位で振り返りの時間を作り、先ほど紹介したマトリックスを使うなどの方法で、自分にとって何が重要なタスクなのかを見極めましょう。特に自分のやりたいことはなんとなくあるけどぼんやりしていて何から始めればいいかわからない場合は、自分が何をしたいかということと合わせて何をすればよいかも考えてみましょう。何をすればよいかが明確に定まっていないと手をつけることができないので、後回しにしてしまい、トゥドゥリストの中に埋もれてしまいます。自分のしたいことを前進させるには何をすればよいのか、逆に何が妨げとなっているのかといった問いを1週間の振り返りの際に考え、また1週間単位で達成目標を立てていくことが前に進めていくことのポイントです。その他の工夫としては、大切なことに関連するメモや資料を目の見えるところに置いておくことや、アカウンタビリティパートナーを作ることがおすすめです。目の前にあるとついつい忘れてしまった時もまたすぐに思い出すことができるので、タスクの中に埋もれずに済みます。また定期的に進捗を報告し合うアカウンタビリティパートナーがいると、お互い励まし合いながら進めていくことができるので、精神衛生上かなり救われます。私はどちらも実践しているので、ぜひ皆さんも試してみてください。ということで、大事なことに時間を使うための考え方や方法についてお話ししてきました。皆さんの参考になりましたら幸いです。とはいえ、言うはやすしで実践していくのはなかなか難しいと思います。私自身、今でも日々格闘しています。手帳とともに定期的に振り返りの時間を設け、考える習慣を作っていくのは地道な作業になります。でも、ローマは一日にしてならず、一緒に頑張っていきましょう。